飯より江戸が好きお江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。YouTube の人気ジャンルに Vlog というものがあります。これはいわゆるビデオブログの略で動画版のブログっていう感じですね。芸能人とか YouTuber さんの私生活を覗き見てるっていう感じが受けているそうですが、私自身はね、正直もう日常生活をお見せしても殺伐としすぎてて何も面白いことないっていう感じなので、本日は江戸時代後期のお江戸男子の一日を Vlog 風にお届けしたいと思います。江戸人の目覚まし時計になるのは日の出の30分ほど前に打たれる明け六つの鐘。これを聞いて朝起きたらまずすることは湯屋、銭湯に行くことです。江戸の銭湯は明け六つから開店しますので、だいたい朝一でみんな銭湯に出かけて歯を磨いたりとか、あとここにあるのが毛切り石という無駄毛を処理するための石なんですけれども、こちらでアンダーヘアの処理をして身だしなみを整えるんです。これは銭湯の前の様子なんですが、こうやって野菜なんかを売る行商さんたちが待ち構えておりまして、ここで朝ごはんのおかずを買って長屋に帰るんですね。長屋に戻りますと1日食べる分のご飯を炊きます。一人暮らしの男子のおひつにしてはね、だいぶ大きい気がしますけど、とにかく江戸っ子白米大好きなんですよ。1日5合は食べるので、このぐらい一気に炊いても問題ないんですね。献立は一汁一菜に香の物というシンプルさですので、白米でお腹いっぱいにしていたんです。ちなみにおかずになるお惣菜とか新鮮なお魚はさっきみたいに行商がお家の前まで売りに来てくれますし、あとお味噌汁も行商がね売りに来てくれるんですよ。簡単な具材が入っていて、あとはお湯を入れるだけというインスタントなものがあるので、とにかくご飯さえ炊いておけば、あとは行商さんから買えばいいので、すごく便利ですよ。朝ごはんが終わったらお仕事に出かけます。いろんなお仕事ありますけど、江戸で人気の職業といえば大工さん。何しろ当時の家屋は木造で火事が多いので、食いっぱぐれることがないんですよね。安定収入も見込める人気のお仕事です。だいたい朝の5つ、8時頃から働き始めて、お昼休みはもちろん、午前午後に30分ぐらいの休憩があって、暮れ六つ頃には終業します。電気ないのでね、当然残業はありませんし、雨の日もだいたいお休みになります。このあたりは現代の大工さんとそんなに変わらないワークスタイルですよね。ちなみにある大工さんの日当は銀4匁2分、およそ6250円ぐらい。って聞くとね、お給料としてはちょっと少ないなーっていう気がしますけど、長屋の暮らしという動画でご紹介した通り、長屋って月の家賃が6000円ぐらいなんですよ。なので、現代の物価とかとの単純な比較はできないですね。ちなみに日当とは別にお昼ご飯代として1匁2分、およそ1500円程度が支給されます。なので、お弁当を持参してお昼代を浮かせるというのもありですし、一人暮らしで毎日お弁当というのはしんどいというお江戸男子は、テイクアウトや飲食店で済ませることも可能でした。こちらは江戸各地の名店をすごろくにした浮世絵なんですけど、六軒堀には安倍川という餅菓子のお店だったり、浜川なら穴子とかね、吉町はうな重の出前が頼めるお店があったり、日本橋の実験棚ならいなり寿司、釘棚の麦飯、それから四谷の大田屋のお蕎麦とかね、各地に有名店があったんで、現場が近い時なんかは有名店でランチや軽食をとるのも楽しみでございます。あと、お仕事後、もしくは空き時間を使って髪結い床、
いわゆるヘアサロンに出かけますよ。美しいちょんまげをキープして清潔感を保つことがお江戸男子のたしなみでございますし、あと頭頂部のね反り込みの部分、逆焼きというんですけれども、メンテナンスをしないとねすぐにちょびちょび毛が生えてきちゃうんですよ。みっともないんですよね。あ、思ったより反りすぎちゃったみたいな日ももちろんあるわけなんですが、費用はだいたい1回28問から32問、500円から700円程度です。いろんな人がね髪結い床には集まってくるので、ここでおしゃべりしたりとか、落語とかね歌舞伎のチラシなんかも置かれているので、情報収集の社交の場になっているんです。そして仕事が終わったら何をするのかというと、もう一回銭湯に行きますもう家で入ればいいじゃんと思うかもしれませんが、江戸はね火事が多いので火元になってしまう危険性があることからね、自宅に内湯はほとんどありませんでした。基本的にお風呂に入ろうと思ったらみんな銭湯に行くものだったんです。値段は1回10問200円程度です。脱衣所でね爪を切る人あり、流し場では足の角質を削る人あり、髪を洗う人あり、この奥に湯船がありまして、熱いお湯に浸かって一日の汗を流すというわけですね。さっぱりしたら夕飯のおかずを買って帰りましょう。こちらの屋台しもん屋は一品しもん、100円均一でお惣菜を売っているお店です。ここで好きなおかずをテイクアウトすれば、あとは家にはね朝炊いた白米があります。保温はできてないので、冷たいご飯におしんこ乗せてお湯をかけてお湯漬けにしたりとか、もしくはお茶をかけてお茶漬けにしたりいただくことなんかが多かったですね。でも夕飯食べたのになんか小腹が減っちゃう時ってありますよね。そんな時は夜食の行商を利用します。夜食といえばお蕎麦。こんな風にね中央の棒を担いで移動する屋台の二八蕎麦がもう各街中で夜通し営業してました。屋台の裏にお鍋とか七輪が置かれていて、麺をささっと湯がいて、鰹節の出汁に濃い口醤油、みりん、お砂糖のつゆをかけた出来たて熱々を提供してくれます。値段はその名の通り2八16問、およそ320円程度のお手頃価格。早い、安い、うまいの3拍子揃った夜食の定番です。こちらはおでん、缶酒売り、やっぱり火種を持ち歩くということで火事にならないように、こういう箱状で火種を収納できる形で運んでいたんです。この下の段のところにね火鉢が収納されていて、注文が入るとお酒を温めたりとか、おでんの種を温めたりしてくれました。人気はねこんにゃくに味噌をつけて炙った味噌田楽。夜に食べても罪悪感がないヘルシー食材、しかも美味しいんですよね。というわけで今回はお江戸男子の一日をお届けしてまいりました。お江戸いいねと思ったら高評価ボタン、チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。